CSV ファイルのデータをプロセスに反映する方法について説明します。本動画では CSV ファイルのデータをもとにコンポーネントを指定し、ディレイステートメントで待機する時間を変更します。付属ファイル、プロセスチェンジ1_before.vcmx を開きます。プロセスタブを開きます。エディターグループのプロセスを選択し、プロセスノードで行う作業内容を設定できます。マニュアルプロセスを選択し、作業内容を確認します。トランスポートインで製品を搬入後、ディレイで5秒間待機しています。待機後、トランスポートアウトで製品を搬出しています。Python スクリプトで CSV ファイルを読み込み、プロセスの設定を変更します。CSV ファイルを確認します。付属ファイル、delay.csv を開きます。1行目に各列の項目名、2行目に各項目の値を記載しています。1列目はディレイステートメントが設定されているコンポーネントの名前。2列目は待機時間です。今回、文字コードにシフトJIS、区切り文字にカンマを使用しています。CSV ファイルを読み込むため、ジェミニの画面に戻ります。モデリングタブを開きます。新しいコンポーネントを作成するため、コンポーネントグループの新規を選択します。3D ワールドで選択できるようにするため、ジオメトリーグループのフィーチャーからブロックを追加します。CSV ファイルを指定するため、プロパティを追加します。プロパティグループのプロパティを展開し、ベーシックから URI を選択します。URI プロパティは参照するファイルの名前と場所を定義できます。コンポーネントグラフウィンドウに URI_1 が追加されたことがわかります。プロパティウィンドウの値、3点リーダーを選択することで任意のファイルを指定できます。delay.csv を選択し、開くをクリックします。ディレイステートメントの設定を変更するきっかけをボタンを押すこととします。プロパティグループのプロパティを展開し、ベーシックからボタンを選択します。コンポーネントグラフウィンドウにボタン_1が追加されたことがわかります。CSV ファイルを読み込み、ディレイステートメントの設定を変更するため Python スクリプトを追加します。動作設定グループの Behavior を展開し、その他から Python スクリプトを選択します。Python スクリプトエディターが自動的に開きます。デフォルトで記述されているソースコードを1行目以外削除します。Python スクリプトを含むコンポーネントの情報を取得するため、comp=getComponent と記述します。ボタン=comp.getProperty と記述することで、コンポーネントのプロパティを取得できます。括弧内にボタン_1と記述し、名前が一致するプロパティを参照します。プロセスにアクセスするために、ジェミニのアプリケーションを参照する必要があります。app=getApplication と記述します。CSV ファイルを読み込む関数を作成するため、def readCSV URI prop name と記述します。変数 URI prop name は URI プロパティの名前です。Python スクリプトにはスニペットと呼ばれるプログラムの定型文があります。CSV 読み込みの詳細については FA サイトの使用方法解説動画
CSV ファイルを読み書きしようを参照してください。スニペットからアンダーライン CSV リードを選択します。インポート CSV を切り取り、from VC スクリプトインポートの下に貼り付けます。変数 URI に指定したファイルを代入するため、イコールの後を comp.getProperty URI アンダーラインプロップアンダーラインネーム.value に変更します。冒頭の文字を削除することで、ファイルの場所を示すパスに変更します。日本語を含むパスを検索可能にするため、UTF-8 形式に変換します。strURI イコールユニコードURI 8コロンと記述することで変換できます。CSV ファイルのデータを配列に格納するため、リストイコールと記述し、からの配列を用意します。with open URI as CSV アンダーラインファイルコロンで指定した CSV ファイルを開くことができます。変換したパスを使用するため、括弧内を strURI に変更します。現在、4文以下の記述で、カンマで区切られたデータごとに出力ウィンドウに表示しています。カンマで区切られたデータを順次配列に追加するため、プリントローを削除し、リスト.append ローに変更します。関数を実行したとき、配列リストを返すため、シフトキーとタブキーを2回押し、段落を2つ下げ、リターン、リストと記述します。プロセスを取得する関数を作成するため、def、getProcess、name、コロンと記述します。変数、name は CSV ファイルにあるコンポーネントの名前です。コンプにイコール app.findComponent と記述することでコンポーネントを指定できます。括弧内に str、name と記述し CSV ファイルのデータを文字列に変換し、名前が一致するコンポーネントを参照します。指定したコンポーネントのプロセスを制御しているプロセスエグゼキューターを参照するため、exe イコールコンプに .findBehaviors by type VC アンダーラインプロセスエグゼキューターと記述します。リストの0番目のみ取得するため、0と記述します。プロセスエグゼキューターの持つプロセスを取得するため、プロセスイコール exe.processes と記述します。リストの0番目のみ取得するため、0と記述します。複数のプロセスを設定している場合は、括弧内の数字で指定してください。関数を実行したとき、変数プロセスを返すため、リターン、プロセスと記述します。ディレイステートメントの設定を変更する関数を作成するため、def、changeDelay、ステートメント、カンマ、タイム、コロンと記述します。変数、ステートメントはディレイステートメント。変数、タイムは CSV ファイルにある時間です。ステートメント、ドットディストリビューションイコールタイムと記述することで、ディレイステートメントの分布に変数、タイムの値を代入できます。
CSV ファイルを読み込み、ディレイステートメントの待機時間を変更する関数を作成します。def、import、arg、と記述します。変数 arg はボタンプロパティの値ですが、今回は使用しません。関数 readCSV に URI プロパティの名前を渡し、変数データに戻り値を代入するため、データ=readCSV URI _1と記述します。変数データには CSV ファイル内の情報が入ります。CSV ファイルの2行目から順番に処理を実行します。Python スクリプトは配列の番地が0から始まるため、2行目からの場合、for、row、in、データ、1、と記述します。関数 get プロセスに CSV ファイル1列目のコンポーネントの名前を渡し、変数プロに戻り値を代入するため、プロ=get プロセス、row、0と記述します。ステートメンツプロステートメンツと記述することで、プロセスのステートメント一覧を取得できます。ステートメント一覧からディレイステートメントを参照するため、for、s、in、ステートメンツ、と記述し、ステートメントを一つずつ確認します。if、s、type vc、ステートメント、プロセスディレイ、と記述し、ステートメントのタイプがディレイの場合、以下のプログラムを実行します。関数、チェンジディレイに、ディレイステートメントと CSV ファイルの2列目のデータを渡し、待機時間を変更します。時間を変更する場合、CSV ファイルのデータを数値に変換する必要があります。チェンジディレイ、s、フロート、ロー、1と記述します。関数、チェンジディレイの処理が完了したとき、ループ処理を途中で終了するため、ブレイクと記述します。段落を4つ下げ、ボタンを押したとき、関数、インポートを実行するため、ボタン、onChanged、インポートと記述します。呼び出される関数が呼び出す位置より下にある場合、実行できないため、注意が必要です。コンパイルを選択します。コンポーネントプロパティウィンドウのボタン1を押します。プロセスタブを開き、マニュアル、ワークステーションのディレイステートメントを確認します。待機時間が10秒に変化していることがわかります。CSV ファイルのデータをもとに、コンポーネントを指定し、ディレイステートメントで待機する時間を変更する方法についての説明は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。